クラッセっていうのはそもそもちょっとカンペ見ますけれども、気になるのこの辺だと思うんですけれども、ホイールデザインはちょっとこうメカっぽいっていうかね、4つの、このインターフェースとしての魅力っていうのがあって、Okay. さあ皆さんこんばんは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日はですね、私ポルトガルのリスボンからお届けしているんですけれども、こちら特別に公開をしていただきました。ちょっと車に詳しい方はですね、ちょっと見たことあるかなっていうようなお名前なんですけれども、実はですね今回公開されましたのは X でございます。というわけでですね、 BMW ビジョンノイエンクラステ X ということでですね、実はこれのセダンタイプが、モビリティショーですね、東京のショーで公開をされているんですけれども、それの SUV バージョンが今回我々メディアにお披露目をされたというわけなんです。でやはりですね、1200万台売り上げている BMW の X シリーズをやっぱり今後ですね無視できないということでですね、この、ビジョンノイエンクラステも SUV タイプを公開したという感じなんですけれども、ちょっとですね今後の X モデルのデザインを示唆するような、またですねインターフェースを示唆するようなものが出てきましたので、こちらをですねちょっと追っていきたいなというふうに思います。さあまずですね、このキドニーグリルなんですけれども、こちらもですね、ちょっとちっちゃくなりましたよね。なんか最近こうちょっと肥大化されつつありますけれども、最近のおなじみの縦型のグリルが用意されまして、ここが光ります。これでも5シリーズとかでもねもう光っているんですけれども、さらにこの光を強めたかなという感じがいたします。そしてこの辺のライトですね、この辺がすごくそばで見てみると3層にレイアウトされていてものすごく綺麗です。そして2つのラインがあってですね、これがポジションランプとして光っているわけなんですけれども、このライトの表情が今後 X シリーズの新しい表情になるというような話をされておりましたので、実際ですねこの、ノイエンクラスの X なんですけれども、X3 相当のボディサイズになっているので、今後どういう入り方をしていくのかちょっと注目していきたいなというふうに思いますが、かなり顔が強いので、この辺もですね最近の BMW のそのデザイン言語の今後の示唆っていうのを推測できる部分でもあります。メタルパーツをあまり使ってないというところもポイントなんですよね。なのでこうボディと、外反色、それからここの辺はですねちょっとこう変わったカーボンの違う解釈の外板が入ってるんですけれども、この辺もですね、実際市販車になってくる時にどういうデザインになってくるかっていうのを注目していきたい部分ではあります。でそのエアロ形状もちょっとこのねスプリットされた、ノイエンクラッセの新しい表情を表しているところでもあって、この辺も非常にユニークですよね。でこのノイエンクラッセっていうのはそもそもちょっとカンペ見ますけれども、1961年にこのセダンタイプが出たもののそのオマージュとしてそのデザインが出てきているわけなんですよね。でそれが現代風に解釈されてこのようなルックスになっているわけなんですけれども、これが X という SUV タイプの、BMW のいうところの SUV タイプの、そのデザインにこう置き換えられることによってこのような新しい表情を得ているっていうところはその新世代の面白いところでもあります。そしてエンブレムもですねちょっとこう同色で中のメタルを見せているみたいな感じになっていて、ここも非常に美しい部分でもあります。その SUV らしいボディタイプをやっぱりこう一番感じるのはサイドビューかなっていうふうにも思うんですけれども、ここもですね、いろんな新しい試みがなされています。もちろんこちらコンセプトカーですので、この通り出てくるっていうのはなかなか実現しないかなと思わせるタイヤサイズ、それからこのミラーもそうですし、あとドアノブとかもちょっと見たことのないような衣装になっているんですけれども、これが今までのコンセプトカーとかではないような衣装になっていて、確かにこの辺は空力を感じさせる部分でもあって非常に面白いなというふうに思いました。でこれ中にですねその電動のラッチになっていて、こう手を触れてガチャッとやると開くんですけれども、開けていいのかな？ Can I open it? No? ちょっとすいません、スタッフさんが開けてくれるみたいなんですけれども、このように手を添えると開くというような感じになります。電動のラッチがこう中に指を入れると開くというようなギミックになってます。Please close it。BMW らしいなと思うのはやっぱりこの辺のその筋骨隆々としたそのラインが新しいそのデザインの言語にも落とし込まれているっていうのがすごくBMW のそのトラディショナルな部分というかね、その
伝統ヘリテージっていうのをこう表している部分なのかなっていうふうにも思わせるんですよね。でここのシェイプももちろんそうです。なんですけれどもこう全体的にやっぱりこう抑揚のあるその有機的なラインっていうのとその伝統を感じさせるような直線ラインっていうのをうまく融合させているなというような感じがいたします。それはリアエンドに向かってのこの張り出したそのフェンダーの部分っていうのも、もちろん言えると思います。それからちょっと面白いなと思ったんですけれどもこれだけ先進的なモデルなんですけれどもこう割とホイールデザインはちょっとこうメカっぽいっていうかねこういうところもすごく BMW らしい衣装だなっていうふうにも思いました。この空いてるところが割とこう幾何学模様みたいになっていて四角と縦のような形が組み合わさっていてメカメカしいというかマニッシュな印象を与えるというような感じがいたします。ちなみにこのコンセプトカーに関しましては PS4 が入ってるって感じですね。 PS4S が入っているっていうミシュランのタイヤが用意されてるんですけれども実際この車重でこの薄さでいけるのかなっていうところがこのモデルに関してはですねダイナミクスとかも、その発表されていて、実はですねそのプレゼンテーションを受けてるんですけれどもそう ECU の制御ユニットを一つに統一することによって、よりそのクイックでまたダイナミクスにも優れた、制御ができるようになるっていうような発表がされたんですけれどもなのでその辺のこの走行性能っていう意味でもこの辺のタイヤサイズっていうのは今後もちょっと追っていきたいなという感じがします。今回ですねX2 の試乗会にノイエンクラス X のプレスプレビューが重なっているんですけどもこの辺のですねそのリアのライトのユニットっていうのはちょっと共通した衣装というかね新時代の衣装という感じがいたします。最近の BMW はやっぱりそのリアのライトの作り方がすごく個性的で街を走っているのを見てもこれ賛否あると思うんですけどもおーっていうふうに思わせる他のブランドとすごく違う個性的なライトを持ってきてるんですけれどもこのノイエンクラス X に関しても非常にですね最近ねここまで回り込んでるライトはあるんですけどもここまで回り込むと普通つなげたくなるだろうと思うんですけれども2つに分かれているっていうので少しこう寄り目のような印象になっているんですよね。でこのライトのユニット自体がまたこれも欧州のスタンダードではありますけれども最近の流行のスタンダードではありますけれどもこのユニット自体がすごい深くレイヤードされていてとても見た目に綺麗っていうのもあります。あとやっぱりねチューブの LED が使われていてこの光り方がやっぱりプレミアムメーカーならではの美しさっていうのも表現をされております。で、前同様この、BMW のエンブレムもですねこのエンボスのようにですねちょっとこう彫刻のようにですねこう彫られていて何かがくっついているというようなものではないんですね。でこれは今後市販車にこう反映される時にどういうふうになっていくのかっていうのをちょっと楽しみにしたいなっていうでこの 2D のエンブレムっていうのは最近の流行ではありますけれどもこの 2D がどういうふうに表現されているのかっていうのは見ていきたいところですね。でディフューザーの形状もすごく変わっててこれもですねその最近のエアロパーツのこう流行でもあるんですけどもちょっと浮いてるようなね感じの衣装になっている、ディフューザーもですねこうしっかりと切り立ってはいるんですけれどもここから見ると隙間があって、少しフローティングしているようなそんな感じのエアロパーツになっているっていうのも面白い部分ではあります。さあこのようにですねインテリアが本当に次の時代のこの BMW のX シリーズというかBMW のこのインターフェースを示唆するような室内になっているというのがポイントです。まずですね見ていただける通りこのように全部ファブリックになってますね。でこのファブリックっていうのが植物由来であったりとかそういうことにすごくフォーカスしたような素材になっているということで同時に温かみも感じるような非常にルーミーなインテリアになっているというのがまず一つポイントだと思います。それからその話は置いといてですよ気になるのこの辺だと思うんですけれども今回ですね4つの、このインターフェースとしての魅力っていうのがあってまずはこのメインディスプレイですよね。でこれでいろいろとできていくっていうのがまず一つそれから新しい時代のステアリングホイールここでもいろいろと操作はできていきます。そしてもう一つここ見てください。なんか黒いところあるでしょ。でこの黒いところがですねパノラミックビジョンといってここに一つインターフェースがレイヤードされるわけです。で例えばこういうふうにそのインターフェースを触ると上からねこうやって引っ張るとこのような絵が出てきます。で例えばナビをここに入れたいよ見ました。で例えばここにメディア入れたいよとかねでここに例えば天気入れたいよという感じにするとこういうふうにですねこうピョンピョンとこう、直
直感的に操作ができるような、ここにインターフェースがもう一つ用意されるという形になります。ちなみにですね、このインターフェースの中には車とライフとジャーニーっていう3つのカテゴリーがあって、階層的にもとても分かりやすくなっているんですね。でやっぱり最近のこのデジタルインターフェースの一つの問題点として、階層が非常に深くて直感的に使いにくいっていうことが、各社やっぱりどうレイヤードしていくかっていうのが問題だと思うんですけれども、 BMW はこのマイカー、車に関することで、マイライフだから例えばそうですね、スケジュールの管理とか、例えば天気とかそういうのをライフの中に入れて、それからマイジャーニーですね、これはどこに行ったかとか、それから渋滞情報とかでトリップインフォメーションとか、そういうのがここに入ってくると。で到着地の天気とかもこのジャーニーの中に入ってきます。でこの3つのレイヤードには分かれてはいるんですけれども、例えばですね、自分が欲しい情報をなるべくこっちにやりたい場合、例えば、到着地の天気はもういつも見るからもっと手前にしたいとか思ったら、ここにするとかいうこともできるわけなんですよね。でこれをもちろん全部取り消してパーソナライズすることも可能です。そうで今回のテーマとしてはやっぱりパーソナライズっていうのがすごくあって、ドライバーがそれぞれ使いやすいようにこのインターフェースを操作できるというようなことを非常に重きを置いて作られてるわけなんですよね。で自分も快適だしみんなも快適っていうのを制作のコンセプトとして作られたっていうのをお話をされておりました。で今回は用意されてないんですけど、もう一つ実はヘッドアップディスプレイも用意されてるみたいなんです。でこれは 3D のヘッドアップディスプレイって言ってたので、例えばもうメルセデス・ベンツの S クラスとか、あとアイオニック5ですね、そのヒョンデの車とかで結構ですね立体的なヘッドアップディスプレイがもうすでに用意されてますけれども、それとどういう違いがあるのかっていうのは今後取材していきたいなというふうにも思っています。そして例えばこれが表の画面になるんですけれども、この気温のとかをねこうやると、これとあれが連動したりとかもします。こんな感じで。でこの意外にもこのクリック感がいいので、ここもすごくね考えられたんじゃないかなというふうにも思います。そしてこういうふうにすると、例えばパーソナルとかいうところとアンビエントアートっていうのが出てきます。でパーソナルにするとですね、例えばこれは、アップロード your イメージ、自分の iPhone と、もしくはスマートフォンと連携して、この中にですね、例えば、自分の撮ってきた写真とかイメージを壁紙として設定することができるっていうようなものとか、なんとですね、その SNS ですね、ソーシャルメディアって言ったので SNS って言っちゃっていいと思うんですけども、 SNS をここに表示をさせることができるんですね、自分のお気に入りの。でこういうふうに自分のフォローしているお気に入りの SNS を載せることもできますし、これにいいねしたりとかもできるみたいなんですよね。だからこの中で、自分のお気に入りの世界観を、作ることができるというような仕掛けも用意されてました。これなんですけれども、すでに iX とかにも搭載されているボディソニックが、ちょっと進化した形で入ってます。で4つの軸があって、リラックス軸とそれから、アクティブ軸が分かれている、それが4つになっているんですけれども、例えば今アジャイルっていうところに合わせてるんですけれども、これをリラックスカームの方に持っていくとこんな感じで、実際に乗ってるとですね、その音とそれからその音の出すそのスピーカーの振動みたいなのがやや感じられるようになってます。でエクスプレッシブっていうのにするとまた音が変わったりとか、そのボディソニックっていうものによってドライバーを例えば元気づけたりとか、それからそのリラックスさせたりとか、そういうようなことをできるというような画面も用意をされました。もう一つ、このアンビエントアートというものもですね、この車内の、世界観っていう意味では非常に面白いものが用意されてまして、これでもねもうすでに BMW の車には横長のねインターフェースの中にはちょっとこれに近いものがもう用意されてるんですけれども、こう見てくださいね。今こんな感じですごくエモーショナルな画面が用意されてますけども、そうするとここのビジョンの中にも同じようにその星空が用意をされたりとかして、全体的な世界観が統一されるような感じのインターフェースになってるんですよね。で、こういうそのギミック、ちょっとなんていうんですかね、そのドライバ
に、その愛着心を持たせるようなギミックっていうのがたくさん用意をされているよというのが、今回のそのドイエンクラス X の特徴でもあるかなというふうにも思いました。そして、この辺にちょっとアンビエントライトが入っていたりとか、非常にこうフットボックスが広かったりとか、そういうのもすごく先進的というか、これからのその BMW を選ぶ理由っていうところにつながっていくのかなっていう感じもしていて、この世界観がでもね、この車の製作がこのノイエンクラスシリーズのその次世代のその車の製作がもう2025年から始まるっていうようなお話もされてましたので、この辺は意外とこれに近いものが実現するタイミングは早いのかなっていうふうなことも示唆をされていて、追っかけていきたいなというふうにも思いますので、お伝えをぜひねご期待いただけたらというふうにも思います。いや、それにしてもコンセプトカーにねこうやって乗らせていただく機会もあんまりないので、非常に貴重なものをこう触らせていただいたなというふうにも思いますし、ちょっとご覧いただいた通りかなりですね限定されたものなので、今後市販車になった時にどういう落とし込みになっているのかっていうのはちょっと私も気になるところではあります。ただやっぱりねちょっと最近ね BMW そのデザインとかもかなり振り切っているので、こういうところがねどういうふうにその顧客の心に響いていくかっていうのも、ぜひですねフィードバックいただけたらというふうにも思います。はい、というわけでですねお届けしてまいりました。本日こちらの BMW ビジョンノイエンクラス X のコンセプトモデルのご紹介でございました。このシリーズで今日はかなりですねエンバーゴが遅いので、もうすでにですね、このシリーズそのリスボンでの試乗会のシリーズはお届けしておりますので、皆さんよかったら概要欄からご覧いただけたらと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。